界中のセイコーマートファンの皆さん、こんにちは。これコンビニの冷凍食品なんですが、見てください。このエビの大きさ。セコマの冷凍食品、正直舐めてました。今回はセコマの中華フェア冷凍食品を片っ端から実食レビュー。レンジでチンするだけで食卓が本格中華料理店に早変わりします。さらにセコマの惣菜は保存料、着色料、甘味料をできるだけ使わない誠実なものづくり。がっつり派の皆さん、お茶碗は山盛りで準備してください。そして動画の最後には私のガチのベストバイも発表します。それではセコマ中華フェアスタートです。プリプリエビのチリソース。トップバッターはプリプリエビのチリソース。皆さん、無性にエビチリが食べたくなる夜ってありませんか？私はあります。そんな時はセコマに走りましょう。冷凍のエビチリって実はなかなか見かけません。こういうかゆいところに手が届く商品を出してくるのがセコマのすごいところ。それではレンジでチンしてみます。はい、完成。見てください、このエビ。正直もっと小さいエビを想像していましたが、中華料理屋で出てくるようなサイズがゴロッと3尾。これ200円台ですよ。お味はエビの風味もしっかりしていて美味しい。さすがに専門店レベルのプリプリ感ではないですが、これはもう完全にご飯の新しい相棒。一発目からリピート確定です。黒酢酢豚。続いてはこれまた200円台で楽しめる黒酢酢豚。袋を開けた瞬間、黒酢の芳醇な香りがふわっと広がって一気に食欲をブーストされます。見てください、このタレの照り感、たまらなくないですか？お肉はしっかりジューシー。噛むほどに旨味があふれて黒酢のコクのある酸味とベストマッチ。これ定食のレベルちょっと超えてます。そして出ました、パイナップル。実は昔この組み合わせが大嫌いだったんですが、今は結構好きになりました。ソースの甘酸っぱさが引き立つんですよね。皆さんはどうですか？酢豚にパインはあり？なし？ぜひコメント欄で教えてください。論争お待ちしています。四川風麻婆茄子。続いてはこちら、四川風麻婆茄子。中華の定番ですが、これが200円台前半で食べられるのは嬉しいですね。具材は玉ねぎ、ニラ、長ネギ、生姜、ニンニク、そして牛肉と豚肉。香味野菜がしっかり入っているので、袋を開けた瞬間から中華らしい食欲をそそる香りが広がります。見てください、このとろみ。ソースがしっかりナスに絡んで、見るからにご飯が進みそうなビジュアル。ナスもとろっとしていて、ピリッとした辛さの中に肉の旨味がしっかり感じられます。これはもう完全にご飯案件。白いご飯にかけたら麻婆茄子丼にしても絶対うまいやつです。このクオリティで200円台前半。セコマの冷食、やっぱりすごいですね。四川風ホイコーロー。さあ、真打ち登場。四川風ホイコーローです。袋を開けた瞬間に立ち上るこの香ばしい味噌とピリ辛の香り。嗅いだだけで確信しました。これ反則級です。まず見てほしいのがこの肉の厚み。コンビニの冷凍惣菜とは思えない
倒的な食べ応え。噛むほどに肉の旨味と深みのある旨辛ソースがじわっと溢れ出します。これはもう白飯必須、いや白飯深い。がっつり派の皆さん、茶碗は山盛りで挑んでください。冷凍庫にこれさえストックしておけば、いつでも自宅で本気のホイコーロー。セコマの冷食クオリティ底知れません。キーモン紅茶。辛いものの後にはやっぱりこれ。冷凍食品ではありませんが、中華フェアで見つけたこのキーモン紅茶を紹介させてください。実はこれ、世界三大銘茶の一つなんです。世界三大銘茶といえば、インドのダージリン、スリランカのウバ、そして中国のキームン紅茶。漢字ではキームン紅茶と書きます。ダージリンは年に3回も収穫できますが、このキームンは1年のうちたった2ヶ月ほどしか生産されない、とっても希少なお茶。普通ならお茶の専門店で見かけるような紅茶ですが、これがセコマなら108円。すごすぎませんか？それではいただきます。渋みが少なくてスルスル飲める。甘みのある香りがふわっと鼻から抜けて、口の中がとっても上品にリセットされます。中華の油っぽさを一気に流してくれる最高のセットドリンクですね。揚げ鶏の甘辛黒酢あん。さて、お次は揚げ鶏の甘辛黒酢あん。お値段は218円とかなりお手頃ですが、侮ることなかれ。袋を開けた瞬間、黒酢のスンとこないマイルドな香りがふわっと広がって、一気に食欲を刺激します。そしてここで注目なのが椎茸。この椎茸の旨味が黒酢あんに溶け込んでいて、味に深みが出ているんです。ただの甘辛ではなく、出汁の効いた絶妙な味わい。セコマさんのこだわりを感じます。それではいただきます。揚げ鶏に旨味たっぷりのあんが絡んで、噛むたびにじわっと幸せが広がります。味は結構濃いめなので、これはもうご飯にのせてガツガツいくのが正解。お箸が止まらなくなる魔性の200円グルメです。冷凍餃子。中華といえばやっぱり外せないのが餃子。セイコーマートの冷凍餃子はフライパンで焼く本格タイプです。それでは早速焼いていきます。まずはそのまま火にかけてお水を入れて蒸し焼きに。最後に蓋を取って水分を飛ばせば完成。見てください、この最高の焼き色。ここまでたった10分。香りはもう完全に正解の餃子です。それではいただきます。期待を裏切らないクオリティ。中身がぎっしり詰まっていて、見た目以上に食べ応えは抜群。そして驚くのがこのボリューム。なんと12個入りで税込み270円。一人暮らしの方やがっつり食べたい学生さんには最高の一品じゃないでしょうか。これとご飯があれば、それだけで幸せな夕食が完成です。五目具材の春巻き。さて、中華シリーズ最後を飾るのはこちら。実はこれ冷凍食品ではないんですが、セコマ中華を語るならどうしても外せないので紹介させてください。五目具材の春巻き。お値段はなんと税込み170円。見てください、この綺麗な皮。中には旨味たっぷりの五目具材がぎっしり詰まっています。そして
セコマのお惣菜といえば、保存料、着色料、甘味料をできるだけ使わないこだわり。手軽に買えるのにこの安心感と手作り感、これぞセコマクオリティですよね。それではいただきます。この皮の食感と中のとろりとしたあん、このコントラストがたまりません。冷凍食品と一緒にこれを1パック追加するだけで食卓の豪華さが一段アップ。本当におすすめなので、お店に行ったら惣菜コーナーも忘れずチェックしてみてください。さあ、お待たせしました。今回紹介してきたセコマの本格中華シリーズの中から、私のナンバーワンを決めるベストバイの発表です。今回のベストバイは黒酢酢豚です。正直ホイコーローや餃子とも猛烈に迷いました。でもこの200円台とは思えないお肉のジューシーさ、そして黒酢の深いコク、さらにあのパイも含めた全体のバランス、これが本当に完成度が高い。まさにセコマの掲げる食べ飽きない美味しさへのこだわり、それを一番強く感じた一品でした。皆さんの気になるメニューはありましたか？ぜひ今夜の食卓にセコマの中華を取り入れてみてください。そして皆さんのベストバイもぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。